もしくは指に下上で足がこっちで、それから足がこのままこう、今度はこう片手だけ使ってやる、こうつなげとくっていう。普通は両投げだとこうやると切れちゃうから、こう持ってるんですよね。持ってやるんです。こういうふうにでバンってやってバンってやって、それからこれ持ってるんですよ。でなるべくこの手使わないで、なるべくつなげとく。この彼のこの手につなげとく。こういうふうにね、この手だけでこの手遊ばせとくっていうわけじゃないんだけど、転換したらこうやって切れちゃうから、こうやってね、でこういうふうになるべく手を両手使ってこうやって毎日切れちゃうからこうやって持たしてるんだけど、持ってるんだけど、これなるべくこう優しくしてこう、ずっと持っていられるように、こう切らない、こう持たない、片手だけでこう、で最後はこういうふうにこうやってやらないで、この手だけ持たすだけだけ。それで一緒にしてこう、それで一緒にこう持たして切っちゃうの、持たしてでこう、じゃあこれです。この手をね、相手に対して優しくないといけないの。持っててギューってこういうふうにほら、自分がこう強くなっちゃうとこう切れちゃうの。これストレス強いからこういうふうに切れちゃうでしょ。だからここなるべくここにストレス与えないようにしないと。与えないようにしてつなげときたいわけだから、持ったまま全然楽に持ってるって、相手が楽に持てる状態でしょ。だからこうやったら切っちゃうの。だやらないの。なるべくここそのままにしても、そのままにしてこうやってほら持ちやすいよね、すごく。でも自分の手がこうなっちゃったらやられちゃうから、自分はこういうふうに入ってる。でもこの手が持ちやすいけど、そしてこういうふうに回ってる。だから持ちやすいの。切ってないの全然。いつでも持てる手。持ちづらい手やると、持ちづらい手きちゃうと、もうこれ以上嫌だなって、例えば彼女がこういうふうにね、持ちづらい手きたら嫌だから外してやられちゃうんですね。持ちやすい手だから持ってるわけ。こう持ちやすい手だからなんか僕の支えにしたいわけだから、こうやって持てる。それでこう回ってきたっていうふうに、僕は全然持ちやすいの。ずっと持ってられる。そういう手にしとかないといけない。でそういう手としてるのね。だからあんまり切っちゃいけない。こうやって来たら僕は嫌だから、もうこれ以上嫌だな、もう切ってこうやってやっちゃいますよってなっちゃう。だからそれをこういうふうにほら持ちやすいから持っていられるからね、持ってるの支えにしてるって感じ。相手よりどころにしてる。そういうふうにだからこの手優しくする練習ですから、もう少しねやってみて。肘張るとダメなんですよ。肘張らないでこう、肘は内側、そして肘は内側に入れて、でこの手をこういうふうに張ってこない。なるべくこういうふうにこうなる、こうカバーしてるみたいにして、こうやらないの。こうやっちゃって切れちゃう。はい。じゃあもう少しこうやっちゃったら切れちゃうんですよね。だからなるべく優しくして、この手優しくしてこうね、だから切れないようにこう切りたいときに、その代わりこうやってやってれば切りたいときに切れますから。こうやってやれば優しい持てる手でもこうやってやったら切れる。でこのままね、今このままこういうふうにね、このまま上に出てきたんだけど、これ今度足をね、今こっちに出てきましたけど、今度足をこう変えるとこうなって、こういう持ち方。こうやってやるとでこうね、こうギュッてこれ小手返し、普通の小手返しじゃないんだけど、で優しい、これ初めから切れちゃってのを持っていってやるんじゃなくて、優しい手にしといて、
彼も足くるけど僕も足くる。一緒に来た時には落としてくれ。こう来て落として。でこう。こうやって優しいて切れてないので注意しなきゃいけないのはここでやったらから来るんですよね。だから展開してしたらこっちへ少しね少しこっちへ足が彼の足が来ないんです。そしてこうでこうそして指を上から優しい手にして、優しい手、持ってられる。そして、手が外して、じゃなくて、少しこの辺。それで上から下、真下、こういうふうに出してくる。で、こうなる。じゃあ、こういうふうにちょっと出して。じゃあ、これ、こっから取りに行ってるわけじゃないの。こっから、取りに行ったら崩れちゃうから。だから、つなげてくっていうのはね、こうつなげてんの、こうやって。つなげてほらずっと持ち合わせてしてんのでこういう位置だったら初めて取るのこういう位置で取りに行ったら曲がっちゃうでしょだから取れないよねこれこういう位置がねだから自分の姿勢まっすぐにしてさっき転換にないけどピュッてボッケ振るのと同じようにこう入ってきてボッケ振るのと同じこれでさばいてきてここで取るのそれから落とすだから自然と手はこういう手のこういうふうになって下からねこれこんなこっから取ったらもうこういろんな取り方あるんだけどできないんだからこうなったからこれこう自分がまっすぐ動いたそこで取ったの、ね、そういうふうにだからなんて取り急いじゃいけない取ってないの別にこうそうほらこれ別に手なんか取らないんですよみんなでさ位置の関係だけで位置の関係だけでもいけるんだけどねこうここで別にいいんだけどたまたま形として取るかって違う今回下に入るんやるでしょこう下に相手の下に入る今はつなげてんのねこうずっとつなげてるだからつなげたまま入った塩なの今度は彼の下に入るのバッとこういうふうにこの手がつければもう切れてるすでにこの手つけちゃったら切れて入れないこれは難しいですけどこう優しくして中に入るじゃないと入れないでこう入ってからなんか必要なんですさっきやったのと同じこれすごい難しい中に下に入るのはすごい難しいこれ普通はまあ彼それ持ってくるというか入れないけど普通は切れちゃうんですよこう来た時にこうやってやったら切れちゃうだからこうつなげて持ってくれたらつなげてそーっとで中にそーっと入るそして回るこういうこと難しいんですけどこうねこう見すここはなるべく動かさない動いてないよね自分だけ入ってるこれこうやったら切れちゃうこうねこれから回ってこれちょっと入り身じゃないな転換がね転換の方がこういうそれからじゃあちょっとこうですよねこうなってんのこう来てこういうこうまあ曲げるとこうだけどこうなってるだからボキってやるとできる形なのいつもねで普通の人はこれ手壊されちゃうからそのまま伸びてボキってやられちゃうだから普通の人はこうやろうとすると曲げるんですよ曲げてやられないようにするだからここ優しくないと切れちゃうの普通はだからそことが難しいところだからこうなるべくこう出すこう曲がるよね曲がってくるからここに落ちてくるこの下に入ってきて彼は嫌だから曲げてくるからここにそういう意思だからもともとがねこれをこうやってもこうやってやってるんじゃなくてこう来て嫌だから曲げてくる
曲げてくるのに合わせてこう見るかここに同じことなんです。そういう感じねでやった方がいいと思うんです。だけどテクとしては何しろここをやらなくてまずこの、ね、なるべく伸ばしても大丈夫だよっていう安心はないんだけど、まあ、なるべく伸ばすようにこういうふうにやってで曲げてきても、ね、こう回れば胴長できるそういうふうにやった方がいいかなと思う。こう来て、まあ、いずれにしても今度こう中にちゃんと入ってね曲げたりしろ伸ばしたりしろ中に入ってればこう切ればねここに今度は手をこう入って中に入ってれば彼の外だとダメでも中に入ってれば切ればこういうふうになってるから変わるだけ四方投げも同じなんだけど四方投げもこういうふうに入って今こちらが入りましたけどこっち入れば四方投げになる同じことでしょ。だからちょっとじゃあ中に入らないでしょ。こう入って抜いてそしてこう入って向こうこのねちょっとこうやってる人いるんだけどだからさっきこれこうだからこうやらないのこういうふうにやらないこうだこうだこういう感じそして抜くのこれ抜くねこう抜くのそれからまっすぐ上げてこれはいそれからほっぺんだからほっぺんだからこうねそして抜いてそしてからまっすぐ上げてじゃあちょっとこれだから中に入ってでいろいろやったんですよね。今度はねこれができるようになるとこれがうまくなんていうのかなこれがうまくできるようになると自分が例えばここに入ればこういうこの手がこう来て伸びた状態でこのまま入ってくればこういう胴投げの変形とかねこのままいろいろこれがこうなったんじゃできないのねこれでもこれが伸びてこうなってるからこのまま落とすとかこっちやるとかこうねこうからこっちやってこう回してきてほらこう回してきてこうやってとかいろんなことができるちょっとこのやらないでこれ優しくして中に入るそしてスッと抜けるこういうとこ自由にしてそれをちょっと練習した方がいいかなこうスッこういう形で抜いてきて中に入って置いてこの2つやりましょう。こう持たれたらスッとここに入るでそのまま出すもう一つはこの引き取ったのはこっちへで自分はこっちへこういうふうにこの2つここ筋肉出てくるから入りづらくなるそれとも嫌だし入りたくなっちゃうやらないですよって形で本当はこんなことやらないで普通はでこう来たらもうここにこういう技です本当はただ稽古としてそういうふうに今こういうふうにやってるからこういう形でやってみようっていう話だからこの下に入りましょうって下にこうこの程度なのでこう抜けたの抜けてから落としてるでこれ先に手を落としてやろうと思ってやっちゃったらできないよこれだから稽古の意図はこの中にこう優しくして下に入りましょうそしたら足をこっちにたまたま出たとかどうしたこのまま出ていくとかやったとかここは全然痛めてないの現地やってないのこうなった状態でこう落とすそれこのとこなんだそこが大事
形をかけちゃうと、こんなふうになっちゃった。なんだろうな、同じ、だからこうね。で、こうやれば、このまま。いろんな技やって、いろんなことやってると、いろいろ、なんていうのかな、いろんなことができるのね、可能性、いろんな可能性あるから。で、それ、こんなこと、あんなことって見せてやってもらってるという形ですから、別にやってるテクニックを磨いてたりしないから、こう、下入ってきて、そしたら、このまま、上から下も同じですよね。で、こう入ってくれば、いいけど、今度は普通に、下にそれを持ってきて、ね、パッと入ってきて、ついちゃったけどね、入れないよ。さっきは抜いて、いろいろこっちからこっちからいろいろやったんだけど、抜いて、ここに入るから。それだけの話。やってることは同じだから、いかにこう来た時に優しくして入って、で、あとは自由に自分が動けますか。こうして、こうやれば、そういう感じ。じゃあちょっと少し体自由にして動き気味上げの形で。彼これ肘伸ばされたら止まっちゃうの、壊されちゃうから。だから曲がってくるのよ。だからこう来て自然とこうなったの。そういう物語だから。これこうやってさ、こうやってやってくださいって、彼待ってるのはこれ合気道の人だけだから。普通の人はこれカバーしたいから嫌だからこう伸ばされてきちゃうから嫌だよねってこう曲がってくるんだよね、こうやって。だからそこをこう入ってきた。これが技のストーリー。ちょっとその辺考えてやった方がいいかな。まあそれはしょうがないけど、だから受け身の人はちゃんといいの、そんなやられるまでさ、やられるまでこうやって待ってる必要ないから、自然と自分の保護したいんだったら少しずつ曲げて保護していいので、それをじゃあ僕取る人ね、取る人はどうするかな、そういうことを考えてるわけだから、その時にこのまま回すことだから。だから別にサービス受け身取ってると分かんなくなっちゃうから、普通のその反応で、自分の反応でね、受け身取って受け身の人はそれでいいと思います。こうね、こう曲がってくるんだろうな、だからこうなる。そういう話だからね。こうやっても同じ、これも同じこと。やっぱ同じ。なんだろう。じゃあこう来たら、じゃあこうなってみましょうか。少しさっきはこうやってやって、さっきはこう出して、そのままこう落としてきたのね、ここに。自分がちょっと下に、なんだろうな、彼を中心にこう入って、自分がこっち入ってきたんだけど、今度はこの尻がせっかく伸びてるから、こういうふうに回ってくると、あらこっち来るんだよね、自然と。でこの状態でこうやって入った状態でこうやって回すの。でほら、こう回ってくるんだよね。で回して今度は自分の姿勢が中に入っていかないで、自分が中心になって相手がこういうようにちょっとこう出してここまで。そしたらこっち来る、こう来て、こうなる、落とす。小投げみたいな、小投げの形だけど、ちょっとやり方が違う。こう入って、長く。そしたら、こっちへ、こういうふうに、一つ回ってきて、自分、こう引いたらしたらいいんだよ。